違うの分かりますか？これたった5分でこれだけ変わるんですよ。顔の左右差が気になってきた、大顔たるみが気になってきたっていう方、絶対やってみてください。皆さんこんにちは、自力整形チャンネルのれいかです。今回は骨を触らずに骨格矯正で小顔ができちゃうっていうワークをやっていきたいと思います。年齢を重ねると顔が大きくなってきた、縦に長くなってきたっていう方ね、結構お悩みとしてあるんですけど、それは実はこの骨からぐーっと下げられちゃってることってめちゃくちゃ多いんですよ。で、それって骨ではなくって、その骨の周りについている筋肉、この筋肉が硬くなって引っ張ることによって、この下の顎の骨、下顎骨っていうんですけど、下の顎の骨がくっついている筋肉、咬筋とか側頭筋、あと首周りの筋肉、この辺の筋肉が硬くなると、この骨ごとぐーっと下に顔を下げてきちゃうので、顔が縦に大きくなってきたりとか、あとはこう下がってくるので、ほうれい線、フェイスラインのたるみ、こういうところにつながっていくんですよね。なのでお顔を小さく、そしてフェイスラインのたるみをすっきりさせたかったら、骨をぐぐっと押し込んで小さくするのではなくって、この骨の周りについている筋肉、ここが硬くて引っ張ってるのを緩めてあげる。それがね、一番効果的なんですよ。ぜひ今回はワークをやる前に、顔の状態ですね、ここのエラと耳の手前の骨の距離、この距離ね、左右でどのぐらい違うかなって、必ずね、大体皆さん左右差はあるんですけど、どっちの方がね、長いかな、距離が長いかなとか、この口を開けた時のこの筋肉の伸びですね、この口の開き方、まっすぐ開いてくれてれば OK ですけど、開けた時に左右どっちかに顎がこんな風に寄ってしまう方っていうのは、その寄ってしまう方の筋肉が硬くなって、そして伸びが悪くなってるんですよ。なので寄ってしまう方を中心にしっかりとやってあげると、バランスが取れてくると思いますので、自分のお顔をチェックしながらバランスがいい、そしてキュッと引き締まった小顔になっていただければと思います。それでは一緒にやっていきましょう。レッツゴー。首の後ろ側の筋肉、胴板上筋と肩甲挙筋をほぐします。耳後ろの骨のさらに後ろのくぼみからまっすぐ下に3箇所ほどじっくり1分かけてほぐしていきましょう。指でやっても、凝りが強い方はグーでやっても OK です。ここはスマホの見過ぎでストレートネックになると硬くなる場所。ほぼ全ての日本人が凝ってます。お仕事中や気づいた時に首の位置を戻してあげて、凝りにくい習慣も作ってくださいね。強鎖乳突筋につられると首の前の方に行ってしまうので、首からまっすぐ下に肩の付け根に降りるようにやってみてください。今度は首の手前から側面の筋肉、強鎖乳突筋、鎖骨の骨の真上を骨についたお肉をこそげ落とすようにほぐしていきます。鎖骨の後ろ側ではないですよ。真上です。注意してください。そのまま強鎖乳突筋を上にたどっていくと、乳葉突起という骨にぶつかります。今度はここを30秒、親指で乳葉突起の内側に入れ込んで押し上げるように。ここはとっても負担がかかりやすい場所。女優さんは常にここをほぐしてます。みんなでほぐしましょう。まだまだ首いきます。次は後頭下筋群。グーの手で首と頭の境目よりちょっと上、耳の穴の延長線上あたりをちょっと力を入れてほぐしましょう。3箇所ほどに分けて、それぞれ10秒ぐらいずつ。頭を少し上に傾けると楽に圧をかけられますよ。
次は後筋、フェイスライン沿いに指を置いて細かく左右に揺すってほぐします。ここの筋肉の上下の硬いところを柔らかくするのがポイントなんです。上下の骨にくっついているところが硬いと筋肉の動きが悪くなります。そうするとコリや老廃物も取れにくい。だから一番根本のくっついている部分、ここをほぐしてるんです。特にエラの上あたりは硬くなりやすい場所、しっかりほぐしていきましょう。次は上側、耳手前の胸骨球という骨の下を親指で押し上げるようにほぐします。1箇所10秒ぐらいずつ3箇所に分けて、あまり力は入れなくても大丈夫です。目尻の手前は特に頬の一番外側の筋肉、大胸骨筋がついているので丁寧に。目の内側には行きません。目尻よりも外側です。注意してくださいね。今度は後筋の裏側、内側翼突筋。親指で顎の骨を内側から触るようにほぐしていきます。内側翼突筋ってちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたね。顎の骨は今ほぐしている内側翼突筋、後筋、そして外側翼突筋、側頭筋で固定されてます。それがなくなると口が開きっぱなしになります。その筋肉が硬くなったり動きが悪くなって、そしてさらにそこにつながっている首の筋肉が硬くなって引っ張る。それによって大顔、たるみにつながるんです。はい、最後は気合を入れて側頭筋をほぐしていきます。まず後筋でほぐした胸骨球の上側、L 字の骨の曲がり角をしっかり。ここ痛い人いませんか？それがさっき話してた顎の骨を上からつってくれるところ、めちゃめちゃ負担かかってます。さらに耳上を2箇所ほどに分けて、こめかみあたりを斜め上に引き上げるように。ここに硬い凸凹がある方は、それはコリです。コリがなくなると平らな側頭筋になります。側頭筋が凝ってしまうと頭が張り出してお顔を上から下げてしまいます。しっかりほぐしましょう。もう一つ後ろにずれて、この辺りは後筋の食いしばりと一緒に動くところ、枕や姿勢を見直すと楽になるかもしれません。最後は肩回し。肩甲骨をしっかり動かして首肩周りの筋肉を柔らかくしていきます。手を肩の付け根に置いて後ろにぐるっと大きく回していきます。後ろに回した時に肩甲骨を寄せるようにして、前に出す時は肩甲骨を開くように、腕ではなく肩甲骨を動かすように回していきましょう。実は顎の骨はこの肩甲骨からも引っ張られてます。朝起きた時などこまめに肩甲骨を動かしてあげるとお顔のたるみ方が変わります。ぜひやってみてください。はい、終わりました。皆さん上手にできましたか？片方だけ私ねやってみてたんですけど、めちゃくちゃこの幅違うの分かります？ほら、ここね、顎の骨とここが耳のところの骨ですね。こことこの幅全然違いますよね。この辺の筋肉が硬くなることによってぐーっと骨ごと引っ張られて、そしてこのフェイスラインのもたつきとか、あとはこの顔がこう下がってくるので、このほうれい線とかね、ゴルゴライン、口元のたるみ、そういうのにねつながってくるんですよ。それが取れるだけでこれだけ顔ね全然違うと思いますね。もう全部がこう上がってってますけど、全然ね違います。今日はねやってる方が分かりやすく、私は片方だけ中心にやってるんですけど、もちろん両方一緒にたった5分でできますので、ぜひやってみてください。かなりこの辺の首とか側頭筋、後筋硬いよっていう方はね、めちゃくちゃ顔変わると思うので、ぜひ毎日続けてやってみてください。でちょっと手でやるのは摩擦がねこの辺とか心配だなとか、上手にできてるかなとか、疲れちゃうなっていう方は、私がねいつも愛用しているこのフェイスポインターですね、こちらを使っていただくともっと手軽に、そして効果を倍増させてねすることができます。例えばね、この後筋なんかもこうやってね、この3本の方でここのコリをこうやってね1箇所5秒ぐらいずつ押していくだけで、ステンレスなので、ね、摩擦にもならないし、毎日私もねもう何年も使ってますけど、
もうね、全然一回もね、シミにもなったこともありません。なのでね、安心して使っていただけます。首なんかもかなりね、しぶといので、この辺の後頭下筋群とかね、痛かった方多いんじゃないでしょうか。そういう方はね、この6本の方ね、このヘッドドライバーっていうのがね、あるので、それでこういう感じでね、押してあげるとかなり元顔がぐぐぐっと上がってきますので、ぜひやってみてください。こちら気になる方は概要欄のオンラインショップにありますので、ぜひチェックしてみてください。こちらのクーポンコードを使っていただくと1100円引きになりますので、忘れずに使ってください。このチャンネルでは加齢悩みに対する解決策を発信しています。ご興味ある方はぜひチャンネル登録して次回の動画もお待ちください。ではまた。